角度。角度。筆の角度を生かすというやり方です。はい。皆さん、こんにちは。柴崎です。今回も水彩画の基礎中の基礎、そのお話をしたいと思います。今回のテーマはね、ドライブラシということについてお話しします。ドライブラシ。聞いたことありますか？あるいは、そういうふうにやったことあります？あまりないかもわかんないね。普通、絵を描くとね、筆を手に持って、こう、ね、一生懸命塗るっていうふうにしてますので、多分ドライブラシってあんまりこういう皆さんやってないかもわかんない。どういうもんかお見せしましょう。ドライブラシね。これね、ちょっとね、上上げてみせますね。どう見えるかな？こんな感じです。こんな感じでドライブラシって言うんですよ。なんだかザラザラした感じに見えるでしょ？これね、紙のこの水彩紙のね、凹凸を利用してね、表現するやり方です。これね、本当にドライブラシって言うんだけども、まあ、本当にだからドライのブラシだよね。うん。このテクニックね、マスターすると、あなたの絵がね、もうすごく表情豊かに幅広くなります。例えば、砂浜のね、砂の描き方。ね、砂浜の砂ってどうやって描いたらいいだろうと思うでしょ？これで、あるいは岩のザラザラ感とかね、あるいは波の砕け散った感じとかね、もう応用範囲が広くて、このテクニックがね、あなたに身につくと、またまた水彩画がね、もっともっと楽しくなります。今日はそのドライブラシね、お話ししたいと思います。まあこれね、あんまりなかなか話してもね、難しいからとにかくやってみなきゃいけないね。このドライブラシ、とにかく一般的なドライブラシとはこうやるんだよってやり方からちょっとやってみます。なぜかというと、柴崎はそれとは違うんだってことを言いたいためにね、一般的なドライブラシやり方をまずやってみせますね。まずお水を持ってきますよね。で、絵の具を溶く。まあここは当然だね。絵の具を溶く。一般的なやり方ですよ。柴崎流じゃないですよ、これは。こう、たっぷり溶きました。溶いたね。だからドライブラシって言うんだから、このブラシをね、ドライにしようってわけです。だから、これウェットだよな、これね。これをね、ここにね、こうやって絵の具捨てちゃうんですよ。この布の上に。そしてね、あんま絵の具なくす？そうやってからね、こうやって描くんですよ。ドライブラシって。普通はこうやって描きます。うん。でも柴崎のは違う。こういうのはね、一味も二味も違うんですよ。普通はこうやって絵の具を捨てちゃう。そして、こう描く。これがドライブラシだって思ってるんだよね。違う。それじゃあ柴崎やり方を教えましょう。これはね、コツがあるんですよ。どういうコツか。まずそのコツから教えちゃおうかな。柴崎やってるのはね、筆のね、角度。筆の角度を生かすというやり方です。筆の角度。筆の角度なんて考えることあります？ないでしょ？実はね、このドライブラシを見せながら、筆の角度がどのくらい大事かってお話も同時にしたいくらいです。ですね。じゃあまあ、話は長くなるからやってみるね。ドライブラシですよ。まず、絵の具を溶いていく。これ同じだね。この絵の具いっぱい溶きます。これはさっきと同じです。いっぱい溶こうかな。こうだね。ここに書こうか。そして、さっきはどうしたっけ？そうそう。ここ布で絵の具を捨てるんですよね。でももうここは違うんだ、柴崎は。捨てない。
たっぷりと絵の具入れたまんまです。さあ、じゃあ書いてみせますよ。もうちょっとこっちよいしょかな。書いてみせますよ。やってみます。よく見ててね。あれあれドライブラシになってない。すいません。間違ったかな。これ普通のフラットのりだね。あ、忘れてました。ね。筆の角度でしたね。そうそう。筆の角度でした。じゃあここで筆の角度を変えます。カックン。変えましたよ。こうです。じゃあもう一回やりますよ。筆を立てます。カックンと。こうだよね。筆の角度を倒しますよ。カックン。どうですかこれ。また立てますよ。これでしょうかな。フラット塗り。倒しますよ。カックン。どうですかもっとこれもわかりやすい？つまり、フラット塗りとドライブラシが交互に作れるんですね。筆の角度を利用すると。もう一回やってみましょうか。ここが面白いところですね。たっぷりと筆につけたら、捨てないで、筆を最初はいつも絵を描くように立ててみましょうね。立てて塗ったら、普通のフラット塗り。これをカックンと倒して、カクとドライブラシ。カクンと立てってやったらまたフラット塗り。倒したらドライブラシ。もう分かったよね。ドライブラシ。どういうことです。ね。ここのすごいところはですね、フラット塗りとドライブラシが両方同時にかけるということです。もう一つ、普通ドライブラシといってここで絵の具を捨ててしまうと、ドライブラシになるんですけども、すぐに絵の具がなくなっちゃうんですね。だからまた慌てて、またやるという仕事をしなきゃいけないんですね。柴崎のは、もう一回やってみましょうね。絵の具をたっぷり含ませていれば、これ捨てないんですよ。ドライブラシを、じゃあ今度はドライブラシやってみますね。ドライブラシをですね、延々とどこまでもできるということです。違うでしょ？もちろんタッチはこういう方向でもいいんですよ。決まってないんですけど。どこまでも延々とドライブラシができる。しかも筆を立てれば、角度を変えれば、フラット塗りにもなる。どっちが優れたと思います？もう断然柴崎ですね。どうですかね。これがね、筆の角度を変えることによって、ドライブラシが上手に効率よく描けるんだ。また逆に言うと、絵を描くときには筆の角度っていうのがとても大事だってことですね。でも筆の角度と言ってもね、何度くらいなんだって、ね、疑問があるでしょ。じゃあそれをもう一回説明しますね。最初に立てたこのフラットの時は筆をこの回立ててます。そして筆のここが紙に当たるようにしてこう塗ってたんですね。今度はこれをカクンと倒すとこうなってますから、今度はここは紙当たらないですよね。ここ浮いてますから。ここが紙に当たります。この金具の近くのこの毛の根元ですね。ここが紙に当たるようにして塗ってあげるとドライブラシになるんです。だから立ててやった時はフラット塗り、カクンと倒してここが根元が紙に当たるようにするとドライブラシです。これがね、このマジックのね、種明かしなんですよ。でももう一つこの時ね、今言わなかったけど、あとは紙に筆をそーっと当てるってことですね。ドライブラシは。どうですか？あなたもぜひね、このドライブラシを身につけて、
あなたの表情をもっともっと豊かにして、いろいろなものをかけてしましょう。はい。ね。もしよかったら、評価と、そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までね、ご視聴くださって本当にありがとうございました。それではまた。はい。それではまたね、改めて、さよなら。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。